皆さんこんばんは、ミクです。私は今グランクラスに乗って青森に向かっています。今回は JR 東日本さんとのタイアップでグランクラスで行く2泊3日の大人の青森旅をお届けいたします。私が今乗っているグランクラスは東北北海道新幹線、上越新幹線、北陸新幹線に導入されている特別車両で、いつもの旅の時間をランクアップさせてご褒美の時間に変えてくれるんです。自分へのご褒美の新しい選択肢、グランクラスでの特別な乗車体験とともに私たちの青森旅をお楽しみください。それでは大人の青森旅 Vlog スタートです。On trains and in stations. If you notice anything questionable, there are SOS buttons installed near the doors. Please press the button and notify and 12. We wish you a pleasant journey. ご利用ください。なお、この1号とはやぶさ号の間には運転台があるため、車内からの通り抜けは塩チョコだって。失礼いたします。リフレッシュメントの和食と洋食をご用意してございます。いかがでございますか？洋食お願いします。はい、洋食でございますね。かしこまりました。ただいまご用意いたします。お待ちくださいませ。します。ご乗車ありがとうございます。ご乗車列車大宮7時57分発車の小町5号発行きと軽食がやってきました。軽食は洋食と和食2種類から選べるんですけど、私は洋食にしてみました。こちらの洋食はディーン&デルーカプロデュースの洋食だそうです。かわいい。このボックスの中にはこれがかぼちゃのパングラタン、そしてこれがマダラブランダードのリゾット。リゾットなんだこれ。そしてこれがワインポークのラグー、最後にデザートで栗のスフレケーキが入ってます。そしてドリンクは山形県産のリンゴジュースです。そして彼は和食を選んだそうです。おー、いい香りするね。和食の方は和食料理人の野崎さん監修の軽食ですね。すごい素敵。これなんだろうね。この手まり絞りって書いてあるね。高野豆腐かな。あ、これがね。そしてこの緑の何？キウイ。キウイ。落寄せでいいのかな。ね、すごい。切り昆布煮。あ、これが切り昆布煮。切り干し大根サラダ、と牛肉の八幡巻き、宮城県産茎わかめとホタテかぼちゃつみれ。美味しそう。食べよう。いただきます。今日天気良くてよかったね。本当よ。楽しい。いただきます。なんかおしゃれだよね。かぼちゃのパングラタン。美味しい。和食もめっちゃ美味しい。和食も美味しい、おしゃれだし、ちょうどいい量だし、駅弁とかにさ、ないようなセレクトだからさ、特別感ない？わかる？そもそもさ、洋食はディーン&デルーカプロデュースなんですけど、女性はディーン&デルーカって聞くだけで心躍るわけ。嬉しい。なんかすごい山に雪積もってるわ。青森初めてだから楽しみだね。楽しみ。雪がすごいかな。ちょっとね、天気が心配だけど、あ、でもなんか青森らへんってなんか飛行機で行くイメージだったけどさ、こうやって新幹線でゆったりさ、
なんか外の景色眺めながら行くのっていいよね。風情がある。旅してるって感じする。そうね、これは移動が旅になるね。あともう座り心地よすぎる。これさ、いいよね。今映ってないけど、このなんか座席の後ろにさ、背もたれ分の余白があって、そうね、そういくら倒しても後ろの方の迷惑にはなりません。そうだから遠慮なくフルリクライニングできる。ちょっとした個室空間みたいな、そういうプライベート感がある。ほんとすごいほんとそうよ。見て本当だ。青森ってさ、世界一か2位ぐらいさ、雪積もんのね。あ、これ食べよう。ワインポークのラグー。栗のスフレケーキめっちゃ美味しいめっちゃ美味しい。この軽食は季節によっていろいろ切り替わっていくんだって。だから今栗なんだ。これが五郎島金時のさつまいものパウンドケーキです。美味しそう。そしてウェルカムセットに入っていたこちら塩チョコ、こちらも食べたいと思います。そして茶菓子と一緒にいただくのがこちら茨城県産つゆひかりの玉露です。最高。こういう電車旅ってさ、飛行機と違ってさ、この窓からの景色がさ、どんどん変わっていくのが面白い。そうだね。飛行機だと雲の上に行っちゃうから、途中でどんどん雪山が増えてきたよ。ほら、本当だ。でもさ、意外と東京からさ3時間ぐらいで青森に行けちゃうもんなんだね。なんか3時間からの電車旅ってちょうどいいよね。まったり外見ながら、このグランクラスだったら軽食も食べて、そして最後に茶菓子も食べてで着いたらさ、ちょうどお昼ぐらいじゃん。着いてお昼食べて、そういう旅行ができる。いいですね。これ食べよう。塩チョコ。これが奥能登揚げ浜式塩田塩チョコだって2個入ってた。すごい塩感じる。塩のシャリッとした感じが。あ、そんなに？粒感じる塩の。これ雪残ってる。本当だ。今どの辺なんだろう。福島県。福島県？もう福島来たんだ。パウンドケーキ。この茶菓子もきっと
節に合わせて用意されてるのかな。さつまいもだもん。よし、レンタカーに乗り込みました。初青森。今何時？今11時10分。ちょうどお腹が空く時間だね。うん。でここから今日泊まる宿に行く前にちょっとご飯を食べに行ければなと思います。いや、それにしてもグランクラス快適だったね。うん。すごい快適で3時間あっという間でした。普通車料金にプラス1万円ぐらいで、座り心地とさ、サービスを受けられるってさ、すごくいいよね。なんかむしろちょっと移動時間長い方が楽しめるぐらい。わかるわかる。長ければ長いほど嬉しいみたいな、そういう感覚になれた。なので移動時間もね、優雅に過ごして、そして素敵な宿に泊まり、初青森を楽しんでいきたいと思います。それでは青森旅行こう。うわ、すごい。雪が道路脇に積み上げられて 1.5 メーターぐらい積もってんじゃんね。見てください。窓の外に見えるのは積み上げられた雪。違ったかも。青森に来たら美味しい海鮮を食べたいということで、はい、陸奥湾さんに行ってみたいと思います。はい、あった。あった？どこ？このオレンジの建物。見えない雪でね。どうやって入んだこれ？確かにどうやって入んのこれ。陸奥湾に来ました。海鮮、いくらとカニといくら2食と楽しみ。ありがとうございます。エビの出汁の味噌汁。いただきます。まずはお味噌汁。美味しい？美味しい。いくら大好きです。うわ、口々。美味しい。じゃあ多分フォーマのマグ。多分ね。美味しい。美味しい。
どう？美味しい？美味しい。よかったよかった。美味しい。美味しい？分かったよかったよかった。いや美味しかったね。うん。いくらぶっちぶちだったね。いくらもうプチプチすぎて歯から逃げるぐらいプチプチだった。そっちの海鮮丼は？美味しかったよ。美味しかった。うん。嬉しそうだったもんね。まあなんか大間のマグロかどうかはうん。怖くて聞けなかった。やっぱ大間のマグロは東京に行っちゃうのかな。やっぱ大間のマグロはやっぱ希少性が高いから取れたらすぐ東京に行っちゃうんだって。まあそうだよね。でこの後私たちは1時間ぐらいかけて虹のマートっていうなんかお刺身とか売ったりとか、そういうスーパーみたいな市場みたいなところに行きます。そこで今日の夜ご飯の刺身とかねまた買ったりとか。そうね。まあ、あとは青森のなんかリンゴのなんかとかそういうの買いたいなと思います。いやにしても雪すごい。俺らはさ旅行でさ来て「岩雪すごいね」ってさ、ちょっと楽しくなっちゃうけどさ、住んでる人は大変だろうねこれは。これが日常は結構大変だよね。なんかよくさうちらが雪国にさ、海外とか旅行行くとさ、私は雪国出身なので雪のこと楽しいと思ったことがありませんかみたいなコメント来るじゃん、その気持ちはちょっと分かったかも。そうだね、でもそれにしても私たちはやっぱ雪初心者だからこんな積もってるのはちょっとテンション上がるし、お宿の方もね結構山の方だから、雪景色を見ながらお部屋で過ごせるんじゃないかなと思います。じゃあ虹のマートに行きたいと思います。途中で道の駅に立ち寄ってそう宿で食べるものいっぱい買いました。宿着いてから紹介します。はい、虹のマートに行ってきてリンゴとお刺身買ってきました。店内のね撮影が禁止だったのでちょっと買ったものだけ紹介します。三富士のリンゴです。すごいいい香り。形の綺麗な色のを買いました。あとはもう昼過ぎだから割とお刺身がね売り切れてて、ね、でもいくつかあってこちら本マグロのお刺身1パック400円ぐらいだったかな。600円。600円、ホタテが400円だったかな。これはお部屋で食べます。あともうちょっとなんかいろいろ食材買い込んで宿で食べたいよね。そうね、ちょっとなんか地元のスーパーみたいなとこ行ってみようか。行きたい。なぜなら私たちが泊まる宿がキッチンあって料理できるので、朝ごはん用とか、あとは晩酌用とかになんかお酒とかね地酒を買いたいねとか。酒屋さんにも行こう。はい行きましょう。すごい。青森で2日間泊まる宿にチェックインしました。ここは岩木山のふもとにある1日1組限定の宿オタビオです。青森に旅行しようかなと思って Google マップを見てたら偶然見つけた宿なんですけれども、2024年の4月から開業したばかりの宿です。で
見てください、この天井の高さすごいよね。うん、なんかもともと別荘だったらしいんだけど、そこをね、宿にね、うん、して綺麗にされてるんですけど、もう本当に素敵な宿なんで、ちょっとルームツアーしていきたいと思います。はい、はい、まず入り口入って、こちらなんかリビングスペースっていうのかな、この暖炉があるのがいいよね。うん、そしてダイニングテーブル、なんかウェルカムドリンクもあるね。これも青森のあれなんだろうね、果実酒って書いてます。なんかね、家具がね、なんかデンマークっぽいから北欧っぽいよね。そうだね。そうそう、そこになんかちょっと青森らしいねものを飾ってあったり、あとアートがあったり、ここにはデスクがあります。なので長期滞在中とかここで日記とか書けるね。でそして次、こちらにはベッドが1台あります。これはクイーンサイズぐらいかな、ぐらいのベッドがあって、窓が大きくて、このね外の雪景色を眺めながら過ごせるのがとっても素敵だなと思います。でそしてこちら大きなキッチンがあります。はい、でこのオタビオはお食事はついてないんですよ。なので、こちら今日私たちは鍋をねオプションで追加しました。なのでここに鍋の、ね、セットだったりとか、調味料とか、あとは冷蔵庫の中にも鍋セット用意していただいてます。でそして明日のね朝食もオプションでつけてるので、ここに朝食のセットがあったりとか、あとはリンゴジュースがあったり、はい、します。でワインとかもあるんですけど、こちらは有料になってます。料理ね作りたくないよみたいな方はここの宿にシェフが来てくれて料理を作っていただくこともできます。はい、オタビオのこの宿すごく広くて、ここにもベッドルームがあります。シングルサイズのが2つで、そしてこちらの奥、こっちはキッズルームだそうです。めっちゃ可愛い。ここに2段ベッドがあって、天窓なんですごく光がたくさん入ってきて明るいです。なので家族で来てね、夏だったりとか冬だったり過ごすのにもすごくいいホテルだなと思います。洗濯機があったり、ここに洗面台があって、シートマスクとか、あとは洗顔だったりとか、そういうの置いてありますね。でこちら、この奥普通のねお風呂があるんですけど、このねオタビオのすぐ近くにハッピー百沢温泉っていう温泉があるんですよ。なのでここにあるこの温泉セットを持って、そのハッピー百沢温泉入りに行くことができます。これ入浴券だ。なので2日間ちょっと温泉入りに来たよね。そうね。はい。でこれ嬉しいのが、この温泉セットの多分これシャンプーとかかな、そういうのがワフィトっていうブランドで人気ですよね、女性に。そう、あとこれもあるわ、ヒバっていうブランドのバスミルクとかも置いてあります。はい、そんな感じでこちらオタビオに2泊していきたいと思います。このねオタビオの周辺でいろんなアクティビティがあったりとかするので、2日間はこの周辺でサイクリングをしたりとか温泉に行ったりしていきたいと思います。でまず温泉行く？そうね。そう、いいね。体温めに行きましょう。温泉行こう。おい。80メートルが歩いてもすぐだね。うん。ハッピー百沢温泉って芸人の阿部浩二さんがオーナーになって最近リニューアルオープンした温泉らしいよ。嬉しい。温泉も入れるの。このさ、雪積もる中で入る温泉が一番気持ちいいよな。そうだよね。しかもさ、なんか宿から温泉近いからさ、そんな湯冷めせず帰ってこれる。見て、メープルシロップ直売所もここはね、やっぱ夏に来るのも楽しいらしいね。なんかすぐ横に小川が流れてて、桜並木もあるらしいし、ね。釣りもできるらしいね。でも冬は冬でさ、近くにスキー場あるからさ。そうだね、ウィンターアクティビティできる。すごいいい場所だね、このね。あった。出た。ハッピーじゃなくてハッピーなんや。ハッピー百沢温泉行ってきましょう。すごかった。すっ
ごいご当地温泉っていうの、昔ながらの地元の人に愛される感じの温泉だった。ちょっと語ろう。てかもうほっかほかすぎてやばいね。やばい。サウナ後みたいな。サウナよりも温まった私。なんかさ、お風呂上がった後10分ぐらいなんか脱衣所で動けなかった。汗引くので、ねすごかったんだけど、なんていうのも本当に昔ながらの本当温泉でも地元の人でいっぱい、おばあちゃんたちのもう憩いの場みたいになってて、で何より温泉暑くなかった？暑かったけどめっちゃ気持ちよかった。最初暑くてってなって暑ってなって、でも本当そう気持ちよくなって、どんどんねじわじわ気持ちよくなって、でしかもなんか温泉のちょっと隣になんか休憩スペースみたいなのがあった。外気浴スポットみたいなのあった。そうでそこではーってやってちょっと涼んでもう一回はーって吐いて、暑いってやって2回ぐらいやったかな。それやったらもうボッカボカや。マジで気持ちよかったもうおじいちゃんたちがね、くつろぎまくってて、もうなんか楽園みたいだった。そうなんか私千と千尋みたいな思ったゆややとか思いながら、ゆやでなんかさ何ねひよこがこうわーってやってる時みたいな感じで、みんなでこうジャバーみたいな、いやー気持ちよかった。全然寒くないのかね。楽しいね。よかった。楽しい。これでさ部屋帰って鍋食べて寝んの最高や。最高じゃん。極楽じゃん。青森超楽しいんだけどこの宿にしてよかった。本当おすすめ。ほんとここオタービオの宿もめっちゃね素敵だしね。とにかく方針じゃなくて部屋に戻ります。夜ご飯を作ろう。その前に、今日道の駅とあとスーパーで買ったものを紹介します。これが道の駅かな、アップルヒル。まずは靴下リンゴだよマグロだよっていう靴下でしょ。わあ、何これ、ドライアップル、ドライフルーツジョナゴールドだって美味しそう。あとはこちらだけきみバター、トウモロコシのバターだって、美味しそう。明日の朝ごはんでパンに塗っても美味しいだろうね。そしてこれが金のアップルジャム。わ、これも美味しそうね。これ美味しそうね。これ美味しそう。ドライリンゴみたいな、美味しそう。これリンゴのフェイスマスク。あとは、ホタテの貝柱で、あとは、ユニバースっていうご当地スーパーでこちら青森の津軽煮干しラーメン激煮干っていう。美味しいんでしょ。いや、これがねこっちともう一個あって、こっちがなんか私が調べて出てきたんだけど、味噌カレーミルクラーメン美味しそう。これ美味しいらしい。まるちゃんじゃんね。でこれのなんか同じもう一個バージョンもあったのでこっち買いました。あとこれも私調べて出てきたんだけど、ゴールドスタミナ減っていうやつの焼肉のタレが美味しいらしいこれ買ってみました。あとはお菓子、ご当地のおせんべいみたいな書いてあったね。おせんべい何種類か、ごまとかね、あとりんご美味しそう。そしてあとは帰ってからラジオでりんごジュースを飲み比べしたいと思っていっぱい買いました。ここにね、この完熟まろやかとか、なんかさスーパーにさ、なんかいろんなさ調味料コーナーとかさ、上にさ、札書いてあるところにさ、リンゴジュースっていうもうすごいよね。めちゃめちゃ種類あったもんね。めっちゃ種類あった。で全部買ってきたね、缶は。ほらこういろいろあんの。はい、ちょっとこういう感じであるだけね。はい、買いました。キキリンゴジュース対決したいと思いますあともう一個、これ今日飲もうと思って、オーリンアップルジュースです。で今から作るのはオタビオでオプションでね注文していた鶏白湯鍋セットを作っていきたいと思います。
つゆがうまい。うん鶏白湯久々食べるわ。美味しい？おいしい。野菜も美味しい。野菜も美味しい？うんあ、美味しい。元気が出るやつ。ね、あったまるわ。なんかまだここについてさ、うん3、4時間なのにさ、うんすっごいデトックスしてる時。魂抜かれた目でもなってる。まあ、観光も旅もいいけどさ、うんそうじゃなくてこういうさ地元に溶け込むみたいなさ旅するとさ、こう一気にこうなんていうの、日頃の疲れとか解放されつつ新鮮さも味わえて旅してんなと思う。より分かる、やって地元の人の温泉にさ混ざったりしてさ、青森の方言聞きながらさ、正直なんて言ってるか全然聞こえなかったお風呂のおじちゃんたちの分かる。会話は全く聞き取れなかった。美味しい、染み渡るわ。もう今日9時ぐらいに寝ちゃおうか。寝よあったまる。刺身、マグロの刺身を忘れてました。今日弘前市のはいローカル市場虹のマートさんではい。購入した本マグロのお刺身です。おお。そしてそして実はこっそり地元の酒屋さんにも寄ってまして、はい。純米吟醸の宝杯青森の地酒を買ってみました。わあ、最高じゃん。はい。いただきます。はい。うん、美味しい。美味し美味しい。い。で、はい。宝杯。はい。ああ、美味しい。美味しい。やっぱ地のものには地を合わせる。あ、そうだね。最高。一緒にやろうかな。サイクリングに行こう。はい。おはようございます。青森 Vlog Day 2です。今日は今からサイクリングツアーに出かけたいと思います。これもオタービオのオプショナルツアーの中の一つなんですけど、雪道をスノーバイクでサイクリングします。楽しみだね。ね。サイクリング大好きなんで私たち、今私たちは大鰐町のワニカムという場所に向かっています。でそこからサイクリングしてリンゴ園みたいなところに行って最後に温泉に浸かって帰るというそういうツアーです。でもすごい雪降ってんだけどね。結構降ってます。結構降ってるよねこれでサイクリングしたら顔びしゃびしゃになるんじゃないっていうぐらい降ってるんだけど、これサイクリングできるのかな。まあ行ってみて、まあもしかしたら温泉だけ使って帰る可能性はあるね。いや、乗るんじゃない？乗るかな。なんかね、その天候によってコースとかをちょっとアレンジするって言ってたから、あ、そうなんや。今日はサイクリングツアーしてあとはお部屋でまったり、夜ご飯を市内で食べに行くか、またなんか勝手に部屋で作るかっていうのは、まあ、サイクリングツアー終わってから考えたいと思います。そうね。では大鰐町へレッツゴー。ここだよね。行きます。よろしく。よろし
しくお願いいたします。完全防備。これすごいね。スノーバイクの車輪大きい。このスノーバイクで3時間サイクリングツアーです。楽しもう。ちょっとビビって楽しめてないんじゃない？すごい寄ってきてるやん。なんか餌くれると思ってるのかな。雪が白すぎてそう白鳥が黄ばんで見える。黄ばんで見える。そんなことあるんだ。ご飯もらってる、見てみて。シベリアの方から初頭に飛んでくる。一応野生の白鳥らしい。じゃあここでちょっと休んで。まあ一冬で。冬の間ずっといるんですか？冬の間ずっと。の県境行くと秋田。こっち行くと秋田。上流の方。こっちがなんか白神山地。お、へえ。右手の方のずっと白神山地はもうちょっと奥の方になります。あ、いいですね。やっぱ冬の。楽しいわこりゃ。あ、意外とふわふわだけど、北欧とかのパウダースノーではない。ちゃんと雪合戦できるやつやね。なんでこういう湿った雪がするかっていうと、日本海ってあったかいんですよ。はいはいはい。で日本海がこう蒸発して、でそれがこう雪になってくる。いでよ。すごいすごい、いけるいけるいける。はい。あ、スノーキャンプ。すげえ。ここはもともと公園ですか？公園で。あ、滑り台みたいなのある。おお。手はしゃっこくない？全然寒くないです。今日気温そんな低くないですよ。はい。長州と薩摩と土佐が、あの辺の人たちが青森県のことをよく分かんなくて、南部藩と津軽藩一緒にこう組み入っちゃって、この旧南部藩の砦があった場所がここなんですって。へえ。じゃあ跡地がこれ今公園になってるんですか？ああ、美味しいです。しみる。しみるね。恒例のやらせていただきます。はい。いくよ。はい。どう？いや、なんかさ、多分深いんだけどさ、なんていうの、途中で止まります。やってる人もいるしやってない人もいるけど、冬って剪定のシーズンなんですよ。へえ。今年雪多いから枝が雪の中に入っちゃうと引っ張られで春先に枝折れちゃうから、エンジンの雪かきとかやってる人はやってますね。じゃあ取った後も大変なんですね。あ、折れちゃった。これ結構最近じゃない？あら。これ動物の。え、本当やね。こうなってんのは一直線にこう歩くのはタヌキ、キツネ。あ、ですよね。どっちでしょう？あ、どっち？あ、ビンゴ。はい、この前教えてもらったあ、そうね。フィンランドで。本当だ。青森フォックス。青森フォックスいる。岩木さん大きい。あ、岩木さんのてっぺんがうっすら
見えないけど。帰りましょう。はーい。ワニカムまで。花田さんありがとうございます。夏のサイクリングも最高らしいんで、皆さん夏ぜひ BBB で BBB 予約できます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、よかったです。いや本当楽しかった。温泉入って帰ろう。はーい。ワニの湯。はい。大人一人500円。バスタオルとかフェイスタオルも買えます。大鰐温泉もやし和フラン。もやしが冬の時期しか食べないんだよね。あ、そうなんだ。これさ、昨日鍋に入ってたやつだ。そう。いただきます。いただきます。気持ちよかった。露天風呂あったね。あったね。昨日行った百沢温泉よりは、いろんな人に開かれた温泉わかる。そうね。誰でも入りやすい。でも昨日のディープさが。いやちょっとね、恋しくなっちゃいました今回のこのワニの湯、うん。ワニの湯さんすっごい気持ちいいんだけど、サウナもあったし、そうそう。外の露天もあったし、お風呂も何個かあったんジャグジーもあったし。すごいいいんだけど、やっぱちょっとだけ物足りなさを感じてしまった。ディープな感じ。やっぱ俺には百沢の温泉しかないなと。でも青森の温泉なんか気持ちいい。なんか気持ちいい。外が寒いからかな。泉質がサラサラ気分。青森ちょっとハマっちゃった。夏来てみたい。夏来てみたいちょっと。4頭。あ、だからちっちゃいやつ。ありがとうございます。可愛いの取ってください。可愛いよね。可愛い。ワニのようだから。ワニ。夜ご飯に松屋さんやってきました。青森最終日、乾杯。あ、ちなみにこれはノンアルコールです。カンカン。はい。おまかせコース頼んだんですけど、まず最初に出てきたのがこちら、生コスと大根の漬物、大根の漬物。そしてカニ食べ比べ。この手前のがトゲクリガニっていう、青森で取れるカニ飯。あとズワイ。この実は裏にも身があります。そうそうそう。でこれがホッケの塩焼きです。トゲクリガニ食べてみよう。ね、美味しい。味しっかり。本当に濃いね。ズワイは。ね。あ、でも味が全然違うね。違くてどっちも美味しい。味噌もね全然風味が違う。あ、本当。卵焼きもね。あ、卵焼き？これもなんかさ、カニ卵焼き。カニの身が入ってんね。美味しい。風味感じるカニの。いやもうカニよ。カニ？うまいよね。こちらがエビと野菜のかき揚げ。美味しい。マジで美味しい。ね、美味しい。ここに来てよかったね。すぐ上に行っちゃう。
すごい天気。ですからみんな葉っぱを落ちてしまってどれがどの木だか、知りたいです。これあ、本当だ。これです。なんかちょっと止まって生える感じする。てる日はパンパンにこれ樹液で出るってことですよね。へえ。1秒間に1滴ぐらいずつ飲まれる。へえ。あれはその管を木の中に刺してるってことですよね。で一応ドリルで穴を開けて1.5センチぐらいから、あ、それくらいでもう出てくるんですね。穴を開けてそれにパイプを叩いて、へえ。でホースでこのペットボトルに歩くときはこう手広げて歩くんですよ、バランス取る。なるほど。やじろべえみたいな。はいこれメープルシロップ。これはいまだちょうど4度か5度ぐらいしかない。どれくらいに詰めるんですか。18リットル缶ありますね。というかね、あれ1本18リットルだいたい5時間ぐらいかかる。3分の1ぐらいまでに詰める。いやいやいやもっともっと。1個缶で、メープルシロップ2個か。あのちっちゃいやつです。あ18リットルがあ300ミリぐらいになるんですか。朝1時に行ってるんです。朝1時。はい。それ夜ですよ。朝です。でここで煮詰めてるんです。それで樹液が出れば集めに取りに行って。なるほど。だからそれ3ヶ月続くんです。あ、冬の間だけってことですか。はい、3月までになります。見て。ちょっと色ついてるんですよ。本当にちょっと色ついてるけど、お湯みたい。かすかにメープルシロップのか。かすかにメープルシロップ。かすかにメープルシロップ。かすかに甘い。これも4度、3度か4度ぐらいしかない。これでコーヒー入れると。ああ、確かにちょっと甘い。美味しい、なんかほんのり甘くて。ちょっと熱燗飲んでる感じしますね。これ私はここで焼酎には。ああ、絶対美味しい。それ一番美味しい飲み方じゃないですか。確かに。作ってる人特権なんで。あ、全然違かった私。なるほど。へえ。While the rain is falling down
始まりました。最近土曜ラジオ青森スペシャル回、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がこのアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活となったので、私たち夫婦の今をお届けする、そんなラジオになっています。で、今週は本編に青森トリップを挟みましたので、その青森スペシャル回ということでお届けしていきたいと思います。 JR 東日本さんとタイアップでグランクラスに乗って青森に行ってきました。楽しかったね。すごく良かったです。すっごく良かったよね、はい、うちら初青森じゃん、それでさ、青森っていう土地の魅力もたくさん知ることができたんだけど、それ以前にそのグランクラスで行く列車旅っていう、それ含めて全部良かったということで、このラジオの前半は、こちらグランクラスのおさらいをね、ちょっと軽くしていきたいと思います、はい、おさらいとか、あとは感想。はい、はい、いやグランクラス良かったよ。うちら乗ったのは2回目かな。そうだね。そう、青森に行く前に東京宇都宮間、宇都宮に餃子を食べに行った時に乗ったんだよね。そうね。宇都宮から帰ってくる時にあっと思って、もちろんその時このタイアップのお話が来た後だったから、どんな感じかなと思って一回乗ってみて、ただその時はその、軽食サービスとかコンシェルジュサービスがない区間で、ただすごいいいねってなってね。そうもうシート自体がすごいいいからさ、ゆったり帰ることができて、でそれで青森旅楽しみだねっていうことで3時間乗ってきたんだけど、すごい良かった、そもそもグランクラスっていうのは、新幹線にはさグリーン車っていうのがあるじゃん、その上のクラス、最上位クラスがグランクラスと言います、で全ての路線でグランクラス乗れるわけではなくって、エリアでいうと、東京、仙台、盛岡、新函館北斗の区間エリアと、東京、長野、金沢、敦賀を結ぶ新幹線に設定されています。はい、でさっき言ったグランクラスにも2種類あって、そのリフレッシュメント、要は軽食みたいなものと、飲み物が出るのと、そのないやつで、それもね、なんか時刻表を見るとグランクラスのマークの色みたいなので分かるみたい。だから乗る前に事前にこれはそのリフレッシュメントと飲み物ついてるんだとか否かっていうのが分かるらしいです。はい、でそれで軽食も和食と洋食両方食べたけど、めっちゃ美味しかった。動画の中でも言ったと思うけど、行くまでのその土地土地のものを味わえたりとか、確かに今までになかったようなサービスというか、すごくおもてなしとしてなんかすごくいいものだなって思いました。そうだね。なんか旅してるのを景色でもだけど食べながら感じることができたりとか、あとは季節とかをね、取り入れてるから季節も感じられて、しかもちょうどいい量で見た目も美しいし、ちょっと写真撮りたくなっちゃうような感じだし、なんか着いてからお昼ご飯とかそういう旅先での食事のことも考えられてるぐらいのなんかちょうどいい量だった。何よりシート含めた空間がすごく良くて、スマートプレミアムキャビンって言って、自分らしく過ごすための心地よさを大切にしています。本質を見極めながら必要な価値を賢く選び取っていく、そんなあなたにふさわしい極上のプレミアム空間をご用意しましたということで、もう本当そういう感じだったね。もうこれは旅に行くにも出張から帰ってくる時でもちょっとご褒美だったりとか、ちょっと贅沢にとか、そういうのを叶えてくれるような空間だった。そうね、だからご褒美旅とかさ、なんかちょっとゆったり旅したいなっていう時は本当にいい選択肢になるなって思った。そうだよね。なんかすごいプライベート空間保たれてる感じもしたから、なんかより自分たちの旅とか、そういうのにフォーカスできるなってすごい思いました。どこかの目的地に行くっていうその目的を達成するためのやらないといけないことが移動みたいな感覚になることもあったんだけど、なんかこの移動を含めて旅できるっていうか、それは窓からいろんな景色が見えたり、通ってる土地のご飯を食べれたりしながら目的地にたどり着く旅、これこそ旅だなと思いました。確かになんか大人になったなってすごい思った、なんかこの移動にお金をかけたりとか、移動でこう移り変わる景色を楽しめるようになったのは大人になったからかなと思ったし、だからこそそこにすごく価値を見出せるようになったから、すごく楽しいって思えた、どんどんほら雪が積もっていく感じ、青森着くんだなって思うこの高揚感っていうのを味わうことができた、ゆっくりとね。でこのグランクラスはご褒美として、通車プラス1万円ちょっとで乗車できるっていうところも旅の移動として選択肢の一つに入れやすいなと思った。
そうだね。で、具体的に言うと東京新青森間普通車指定席片道通常機が17,470円なんですけど、グランクラスだと28,780円、なのでプラス11,000円ぐらいかなでグランクラス乗れますという。しかもリフレッシュメントと飲み物ついてきます。あとウェルカムセットもね、いいよね。そうね、3時間乗ったからね。そう。でもその3時間が楽しくなるっていう、そこに課金をするっていうことだから、選択肢としてありなんじゃないですか。なので皆さんも国内旅行するときにこのグランクラス乗れる路線に行かれる際、例えば金沢とかね、青森だけじゃなくてあとは新潟とか、そういう時にぜひねグランクラス乗ってみようって、そういう風に思ってもらえれば嬉しいなと思っています。はい、実際グランクラスの予約方法はもちろん駅の窓口とか券売機でも買えるんですけど、エキネットというもので予約できるので、それがおすすめだということです。エキネットに会員登録して新幹線 e チケットサービスっていうところからグランクラス指定して購入してもらうと、切符を受け取ることなく新幹線の e チケットサービスに紐付けた交通系 IC カード、モバイル Suica などを自動改札機にタッチするだけで、そのまま新幹線グランクラスに乗れます。でも18席しかないので、やっぱり予定が決まったら早めに予約するとかってことは必要になるのかなって思うね。当日にね買うよりもね。なのでそういう時にはぜひエキネット使ってみてください。はい、私そもそも列車旅っていうか新幹線とか大好きだからさ、車窓から見える景色が移り変わるのがさすごい好きだからさ、それプラスでああいうなんか素敵な空間のさ車両に乗って旅できるのってめっちゃテンション上がった。本当に楽しかった。また次なんか金沢とかもし行く時とか使ってみたい。もっと乗ってたかった。正直3時間よりももっと乗りたかったよ。怒る。最初3時間かとちょっと長いなと思って、ちょっと構えてたところあったけど、これなら全然乗ってられるし、なんかむしろちょっと得した気分、なんか着くまでに1個別の旅ができるというか、旅がつながっていくのがいいよなと思った。行きから帰りまで。そうだね、すごい良かった。本当にいい時間でした。はい、そんな感じで、グランクラスに乗って青森に行ったんですけど、青森でのね過ごした時間は本編に上がってると思うんですが、いや青森良かったね。すっごい楽しかった。最初行く前はちょっと青森っていうのがリンゴとねぶたっていう、正直すいませんその情報しか頭はなくて、正直どんなところなんだろうみたいな、リンゴ楽しみぐらい、美味しいリンゴ食べれるかなぐらいだったんですけど、すごい良かった本当にすごい良かった。人も良かったし、もちろんリンゴも美味しいし、あとは雪がめちゃめちゃ積もってたから、冬の旅として風情があって良かった。情緒とか、私が行った時は本当になんか大雪警報が去った後ぐらいで、もう例年よりも雪降ってるって言ってたよね。そうね、言ってたね。すごかったもんね去年の冬にもフィンランド行ったけど、その北欧で見た景色とはもう比にならないぐらい、もう雪の壁みたいななんかもちろんニュースとかでは見てたけど、改めて見るとなんか自分の身長よりも雪が積み上がってるのが圧倒された。だから車乗ってて車の外景色見たいのにもう雪の壁で、なんか見れないっていう、そんな状況初めて、人生初めてだった。でもすごい楽しかったね。青森の人はもう雪いいよって言ってたのも面白かった。暮らしてる人からしたらたまったもんじゃないことなんだろうけど、僕らからしたらね、すごい景色だった。すごい景色、なんか本当に映画とか絵本の世界みたいな雰囲気で楽しかったな。何が一番良かった？でもあなたあれか、ハッピー100沢温泉温泉はね、また入りに行きたいね。よくさ、このご飯を食べに行くために旅行する価値があるみたいな感じで、温泉に入るためにもう一回青森行く価値があるぐらい、ちょっとあなた刺さっちゃったよね。もうあんな温泉ってなかなかもう日本にも何個しかないと思う。温泉さ、動画撮れないからさ、本編でもちょっと触れたけど、もう本当になんて言ったらいいの、地元の人に愛されし、なんかすごかった。言葉が合ってるか分かんないけど、ものすごい異質な空間に僕は思ったよね。なんていうんやろ、お風呂の原型じゃないけど、なんて言ったらいいんだろうね。千と千尋の神隠しを見たことがある方は、その
神様が入ってるお風呂釜みたいな、ああいう感じだったよね。なんかお湯もなんかちょっと茶色っぽい感じ、でまあ作りもすごかったんだけど、まあ、それプラス本編でも言ったと思うんだけど、なんかあの世の温泉に入ってるみたいだった。なんかね、極楽極楽ってそうそう、こういうことを言うんだなって思った。本当極楽極楽だったね。本当そうだった。なんかこの世のものではない感じ。なんか突然ワープしちゃったみたいな感じで、なんか夢の中みたいな。なんか異世界空間みたいな。そうそう。いやこれ行った人しかわかんないよな。わかんないよね。とにかくめちゃめちゃ気持ちいいの。そうめっちゃ暑いの。最初入った時熱ってなってこうグッて入ったら、もう暑くてジンジンするわけ。やばいこれのぼせちゃうかもな、すぐもうクラクラ来ちゃうかもと思ったけど、意外とそこからねスーンと気持ちいい時間が発生して、であーってなって、でちょっと涼んで、でもう一回グッて入ってはーってやったら、もうなんかはーっていう、もう全部魂抜けちゃったみたいな感じで、こんなに体の芯から温まった温泉初めてかもしれない。わかる。体がねお湯に溶けるじゃないけどそうわかる。なんかこの白濁したのはなんか人間が溶けてるんじゃないかぐらいの、なんかねそれくらいなんかお湯と一体化するような泉質で、科学的根拠はないよ。比喩表現としてね、もうぜひね行ったことない人は行ってもらいたいなって俺は思う。本当にそこの温泉1週間通うとなんか持病が治るって言われちゃうぐらいらしいって、その地元のね人が言ってたんだけど、でなんでさうちらがあの世っぽいって思ったのかっていうと、近くに岩木山っていうのがあって、岩木山神社もあるんだけど、なんかそこの神様が女の神様らしいんだけど、その神様が入りに来てるらしいっていうので、なんかちょっと見える人はたまに男湯なのに女の人がいたみたいので、神様と一緒に入るお風呂ってことで、やっぱ極楽極楽っていう感情になったんだと思う。いやなんかすごかったよ。すごかった。だってお風呂上がった後、うちら顔見合わせて話したいこといっぱいって感じだったよね。多分生きてる間にねまた行くんだと思うよ。いやじゃあもう一回青森行かないとね。だからそのハッピー103温泉は私たちが泊まったオタービオからも歩いてすぐだから、まあぜひオタービオ泊まってもう温泉行き来みたいな。で夏がねやっぱオタービオは楽しいらしい。冬もいいけど夏は小川とか流れてたりとかキャンプができたりとかするらしいからね、夏ねぜひ来てくださいって皆さん。弘前市とかも、青森自体割となんか夏の観光が多いんだよね。春とかね。なんか桜祭りがあるとかも言ってたのね。言ってた言ってた。なんかそれでなんか観光といえばやっぱ春夏って言ってたけど、冬めっちゃいいなと思った。冬めっちゃいい。てかハッピー103温泉のふわっていうのを感じれるのってもう冬だよ。あれ夏よりもやっぱ冬だよ。寒ってなった時にもうカンカンに暑くなって、神様と風呂入ったわって思って涼んで帰るっていう。だからもう今このねあとまだ3月とかさ、寒いじゃん。ぜひね行きたいなと思ったらすぐ行ってほしい。そうだね。ハッピー103温泉入って旅を泊まって、近くの弘前市で美味しいご飯、美味しかったよね。居酒屋でさ食べたカニの食べ比べとか、マグロも美味しかった。スーパーで普通に買うマグロが美味しいから、なんか買ってお部屋で食べたりとか、そういう感じで私たちはリンゴをねスーパーでリンゴのジュースだったりとか、あとは道の駅でリンゴのお菓子をたくさん買ってきて、青森はさスーパー行ったらリンゴジュースっていうコーナーがあるわけ。スーパーの上のさなんか何々ってさ調味料とかそう乾麺とか書いてあるところにリンゴジュースって書いてあったんで、リンゴジュースを買ってきました。シャイニーアップルジュースっていうやつがなんかねいろいろ味が違うんですよ。品種が違うのかな。どうなんだろうね。ここに書いてあるのは完熟まろやかとか酸味すっきりとか、あとはコクのある濃厚な味わい。それはさっぱりとした清涼感。4種類買ってきたんで飲み比べしてみよう。色は同じ。いやちょっと違うぞ。ちょっと違う。ちょっと濃いね。じゃあ飲んでみよう。じゃあまず完熟まろやか。美味しい。はいはいはい。次酸味すっきり。酸味すっきり、はい。全然違うわ。次さっぱりとした清涼感。はい。全然違うわ。次はコクのある濃厚な味わい。甘み強いねこれね。はい。じゃあ、1個渡すのでリンゴ対決。わかるかな。
いいの？どうぞ。はい、完熟まろやか。おお、すごい。あ、はい。これ、さっぱり清涼感。ブー。え、酸味すっきり。すごいな私。美味しい。これ全部味違うわこれ。私はね、さっぱり清涼感が好きですね。なんかごくごく飲めちゃうね、これはね。じゃあ次。これリンゴバターずっと食べたかったんだよこれ。美味しそうこれ。リンゴバターって道の駅で買ったやつを食べます。でも本当に青森ってリンゴなんだなって思ったんだけど、道のさガードレールもさリンゴのさ柄があったりとかさ、もういろんなところリンゴリンゴだったよね。何これ。うまっ。うまっ。何これ。何これ。想像と全然違かったんだけど。うまくないこれ。うまい。なんかもうちょっとデニッシュパン食べてるみたいな気持ちになる。もう一個買えばよかったね。これさ、ちょっと切ってさ、パンの上にね、乗っけたりね。めっちゃ美味しいと思う。これ負けよ。先にこっちだったんじゃね。確かにこれ食べた後すごい素朴な感じちゃうかも。ドライアップルです。お、うまいうまいうまい。これジョナゴールドだって。ちょっと酸味があって美味しい。あ、美味しい美味しい。あ、これいいね。なんか素朴な味わい。でも甘めがあるちゃんと。他にもとにかくリンゴのお菓子いっぱいあった。あとジャムも美味しかったでしょ。あ、このジャムめっちゃ美味しかった。この金のアップルジャム。これさ、高かったんだよね。これ700円ぐらいしたね。これ贅沢に半分トーストにのせちゃったんだけど、これでさホットサンド作ったらアップルパイだってほぼ。美味しかったです。いやーよかった。新年一発目の旅としてすごい充実したいい旅だった。まあただいいなって思っただけではなくて、なんかもっとその土地に対する知識を深めたいと思った旅でもあったっていうか、今回結構なんだろう、観光名所に行くというよりかは、例えば弘前市とか、岩木山周辺の宿に泊まってその周りの温泉地元密着したりとか、あとはサイクリングツアーしてその地域のことを教えてもらうっていうので、よりこの青森っていうのを身近に感じられてすごいいい時間だったんだけど、もしこれが何もそういういろんなこと教えてもらってなかったりとかしたら、わあ雪だ、りんごだみたいな感じで帰っちゃったかもなみたいな。その青森に行ってる時にさ、あなたと話したと思うんだけど、旅にはさ教養が必要だよねってすごいそれを実感したというか、これからもし旅に行く時は、もっとその場所のことを勉強するとか知ろうとするっていうことがすごい大事だなって思った。去年一昨年ぐらいからたくさん旅に行ってうすうす感じていたことであるんだけど、なんかその観光地に行った時に、例えばなんとかタワーですとかなんとか城ですとかなんとか川ですみたいなさそういうところを見ていくと、その最初の時はうわーとか景色すごいとかね、そう感覚的に、うわすごいっていうのが分かるものって世界中にたくさんあって、でそれをずっと見ていくと、あれいや確かにすごいんだけど、でもどこどこで見たあれの方がすごかったかもなとか、比較をしちゃうようになる。そういう見た目だけで、なんかそういうのをずっと繰り返していくと、初めて見たのに、なんだろう新鮮さがないというか、なんかこれだったらあっちのあれの方がすごかったかもなっていう感覚を持っちゃうのがすごく旅をしてて、なんだろうちょっと行き過ぎたのかなとか、基本的に楽しいんだけど、言わんとしてることは分かる。なんか既視感みたいなとか、それは実際自分たちがさ、知識がないから起こってることだと思うんだよね。そう見たもの、鳴ってる音とか、あとは匂いとかだけでしか、五感でしかその楽しめてない部分、そうだね、そう五感でしか楽しめてない部分があって、最初はそれでいいんだけど、さらに五感プラス知識があれば、よりその見てるものに対する感動とか、だからこういう風に作られてるんだとか、なるほどっていうのが、それが旅の良さなんだなって、なんか気づき出してる。この YouTube で旅をする前にさ、結構なんだろう下調べしてるから、ここはこうですっていうのがちょっと入ってるだけで、見え方がやっぱ違う。それをよりちゃんと突き詰めてじゃないけど、今後どこか観光名所行こうとか国に行こうとかってなった時に、そこはどういう歴史があってみたいな、どういう成り立ち、そうだね、その歴史というかその成り立ちをね、そうやっぱ楽しみ方が全然違う、全然変わってくると思う。
そういう意味でさ、うん最近旅行くとさアクティビティをやってさ現地の人にいろいろ教えてもらったりとか聞けたりとかっていうので、なんか改めて旅の面白さとか、なんか知れていいなと思ってる。本当そうだね。言い方変だけどちょっと手っ取り早くじゃないけど、例えばもちろん勉強してから行った方がいいけど、それだけじゃ足りない部分ってあると思うんだよ。地元の人が昔から知ってることを教えてもらうっていうのも大事だから、そういう意味でサイクリングじゃなくてもさ、ネイチャーツアーみたいなのって、結構どこにでもあったりするから、そういうのやっぱ参加するのもよりその場所の思い出とか記憶がよりいいものになって帰れるなって思うよね。だからやっぱね勉強はしなきゃいけないんだよ。そうなんか勉強の大切さをね今ここに来てやっと理解したから、もう今からでも遅くないから。私はさ自分が死へなると思ってて、日本史とか世界史とかって、私のやりたいことには全く関係ないかも、本当は関係なくないんだけど全く関係ないぐらいの気持ちであんま勉強してなかったんだけど、そういうのってさ仕事に生かされることもあるけど勉強って、こういうふうに人生を豊かにするために最終的には使うものなんだと思った。旅をすればするほど、やっぱそのリアクションだけでは楽しめなくなってくるから、そういった知識を身につけたり聞いたりできるとすっごい楽しいし、改めてなんか日本の観光資源の豊富さとか、結構海外に行くことがここ 2,3 年多かったから、海外のいろんな有名なものとか見たけど、日本国内にものすごく埋もれてるんじゃないかって、なんか気づかせてもらったし、本当に青森いいなと思って本当そう青森ラブめっちゃ良かったよね。めっちゃ良かった。もう一回行こう。青森も行きたいし、その周辺も行きたいし、本当になんならそのグランクラスが走ってるさ金沢とかも行ったことない、新潟とかも行ったことないから、やっぱ行ったことないところ行こうって思った。そうだね、海外もいいけど国内も行きたいって思ったし、国内だったらより勉強していきたいね。いやいい時間だったよ。未だにちょっと思い出してなんかにっこりしちゃう。青森旅すごい良かったです。でも青森に行って、なんか一個、残念っていうか、確かにっていう納得感もあるんやけど、まず青森行った時に、僕は一番最初に思いついたのは、大間産のマグロ、本マグロね、青森といえばマグロだと思って行ったわけですよ。で行くちょっと前かな、マグロを食べれるお店を探そうと思ってリサーチしてたら、あんまり出てこないんですよ。結論としては大間のマグロってやっぱり、貴重だったり高価だったりするから、すぐに東京に行っちゃうんだ、でもそうだよね。確かにと、理屈を考えれば当然のことなんだけど、行くちょっと前に、ちょっと正直テンションちょっと下がってたわけ。そうだね。マグロ食べれるのこれ、東京の方が美味しいみたいな聞いちゃったもんね。そうなんだよって思って行ったら、もうそんなことなかった。スーパーのマグロ、スーパーのお寿司、マグロの美味しかったよね。もちろんその大間産とじゃなかったんだけど、青森県で採れた本マグロのお刺身も本当美味しかったし、一番最初に行った海鮮丼屋さんのイクラもプッチプチで、イクラすごかった。なんかあそこでまずさテンション上がったよね。わかる。イクラ歯からさ潰れなく飛んでっちゃうんじゃないかってぐらいなんかプチプチだったよ。じゃあもう聞いといたらいいんじゃない、ここで。私たちもう一回青森に行く可能性が大いにあるから、大間のマグロ実はここでめっちゃうまいの食べれますみたいなさ、知ってる人いるかもよ。に限らずなんかいろんなもの、なんかさあなたさ、その毎回さどっか行く時にさ、そのリサーチがうまくいってない時とか、フォロワーさんの力にさ頼ってみないって、俺が言ったらさ「いや探すんだ!」って言ってさ、なんか青森もねなかなかご飯屋さんをね探すの難しくて、結局あなたに頼んじゃった。ちょっと土地勘がなかったなっていうのと、あとやっぱ雪がさ、これどこまで今回レンタカーでいろんなとこ行ったんだけど、雪国で運転したことなかったから、これどこまで移動できるんだろうっていう不安もあって、なんかあんまり遠くないところでいろいろ探してたんだけど、じゃあその青森の大間のマグロ含めた美味しい料理屋さんと、あとはじゃあさこれからグランクラス乗れる金沢とか新潟の美味しいご飯屋さんも、もしね住んでる方いたら教えていただければ、また私たちがいそいそグランクラスに乗って金沢行ったり新潟行ったり、あとはこれから行こうと思ってる方もそれを見てさご飯屋さん選べるから。
ぜひコメント欄にください。今回日本海側だったよね、青森の、うんで金沢も新潟も日本海側でしょ、日本海側のポテンシャルえぐいってことにわかる思ったよね。だから絶対美味しいのいっぱいあるはずよ。絶対美味しいのいっぱいある。あとね、盛岡もだ、グランクラス。盛岡も行きたいよね。盛岡もぜひまだあるんだけどね、本当はグランクラスが泊まる場所はね、だから青森、盛岡、金沢、新潟くらいで、ぜひここは美味しい、ぜひ行ってほしい、ここでこれを食べてほしいっていうなんかあれば知りたいね。知りたい。まあ、宿とかもいいかも。そうね、ここの宿は温泉がとか、温泉も知りたいね。温泉も知りたいね。そしたらもう国内旅行が楽しみでしょうがなくなくなる。海外にはない魅力じゃない。やっぱちょっと知る人ぞ知るとか、わかるわかるがいいよね。今回のさオタビオさんもさ、偶然見つけて行ったんでしょ。そう、オタビオさんも Google マップで適当にこう動かして調べてたらオタビオさん見つけたんだけど、そういう知る人ぞ知る宿とかね、ぜひ教えてください。今年はじゃあまた国内旅行しようね。そうね、もうほんと1泊とか日帰りでもいいから、国内旅行やっぱ改めて行く必要があるなって思った。なのでぜひコメント欄にどしどしお待ちしております。見てくれた方もそれを見てぜひいろんなところに国内行ってみてほしいです。そしてぜひその旅の移動にはグランクラス使って優雅に、そして自分へのプチご褒美として旅していただければと思います。はい、そういう感じで最近同様ラジオ青森スペシャル回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。みくでした。